地球に生きていることで起こる現象、重心の浮き沈み。人間の軸は両足、右足と左足でできる軸があります。この真ん中にあるんですけども、これは重力バランス軸というんですけども、これは右足と左足でできる軸で、その軸の中心っていうのは基本的にはあります。どこが正しいかというのが、これが正しい軸とすれば、今自分が少し右にずれてる。右にずれてても人は倒れないです。左にずれててもそんなに倒れないです。前にずれてても人は倒れないんですよ。そういう仕組みになっています。それがこういうポットなんかはあるところに来ると倒れます。人間はそういう形で倒れないのは筋肉ですよ。筋肉があるから筋肉のバランスでそれを保つわけですけども、それもある限界を超すとやっぱり倒れます。倒れるんですけども、そんなに誰が見ても分かるような倒れるか倒れないかぐらいギリギリの形で歩く人はいないですから、見た目は、分からない、その人がその軸がどれだけずれてるか分からないですけども、その軸がずれてることを自覚することはほとんどないです。自分がどっちにずれてるのか、ほとんど分からないです。ほとんど分からないけども、この軸がものすごく重要なんです。地球の軸とこの自分の軸が一致してれば、地球の軸がこうあるわけですけど、どこ行っても必ず垂直に、あるわけですけど、自分の軸がこういうとピタッと一致している間は問題ないです。地球で生きる上においてあまり問題を起こさないです。地球人として生きるということにおいてそれは正常な状態だからです。ところがいろんな症状が出ます。皆さんいろいろ症状出ますけれども、その症状が何で起こるかというと、この軸がずれてますよということを教えようとするための症状なんです。皆さんがいろんな症状をおっしゃる、その症状のほとんど全て全部がこの軸がずれてますよということを教えようとしてるんです。地球とその人との関係においてそういう仕組みが出来上がっています。だから自分の軸が今正しいかどうかというのがものすごく重要になります。今地球の話で人との関係の話を軸という話をしたんですけど、もう一つ全く別の話で、地球上に自分の重力を支持していることで軸が発生するんですけども、軸を発生してない人がいるんですよ。それは別の本で書いてます。宇宙と地球とあなたの不思議な関係というんですけども、これは、地球上に自分の重力を支持して軸ができる人は地球人と言いますけども、地球上に自分の重力を支持しないで浮いてる人がいるんですよ。宇宙人って言うんですけど、彼の場合には浮いてるんじゃなくて、今度はこの地球の表面に自分の重力を支持している人が地球人ですけど、その下で支持している人は地底人って言うんですけど、彼は地底人に今なっているということなんですけども、見た目は地球人に見えますけども本当は地底人そんな状態にあるんだと。それはどういうことかというと、それと正反対の浮いてる人もやはり用意しないとわからないですから、浮いてる人が一人いますから、普通にゆっくり歩いていいですね。地底人そのままといういいですよ。地底人見たことあります？映画なんかでないですか？こういうやり方知ってますけど私だけでしょうか、そう思ってないですで、彼女がね、はい、じゃあ一人で歩いて、皆さんどう見るか分かんないけども、見るからに重たそうなのにそれほど重たくないという、まだそれは彼女は分からないですけども、じゃあ反対側に行ってないで手をつないで、今歩いた感じを覚えてないね。今感じを覚えて、で2人で歩いて、今彼の方を見てない。じゃあはい歩いて、わかります？
彼変わりました。見た目わかります？で手離してこっち見て、わかります？スーッといく感じ。じゃあもう一回一人で歩いて。重い。わかるでしょ？歩いて。彼女いるからね。こう見た目は重そうでしょ？でこっち来てから。で見てからね。今度手つないで、今度彼女いるからね。彼女いるからね。はい、歩いてます。今は一人で歩いた時と手つないだ時と、今手つないだ時はどういう感じでしょう？重いですよね。手つないだら彼女重いんですよ。一人で歩いて軽いんですよ。皆さんには分かるでしょ。彼は見た目で皆さんごまかされて思った通り言えるけど、それが違うんですよ。彼女は一人で歩いて、彼女の中でははい歩いて軽いんですよ。今まで自分では分からなかった、分からなかったけども、彼と手つなぐと、手つないで歩いてみて、はい歩いてきて、するといかに重いかが今分かって、普段は変わるなって分かりますよ。で自分の方は軽いですよ。っていうことですよ。じゃあ戻ります。じゃあドクター戻して、はいで皆さん分かったように、彼は沈んでるんです、ということですよ。沈んでる状態が長く続くとうつになります。うつの最初はこの状態です。ここからうつが始まっていくんですよ。大体ほとんどがそうパターンですけど、なんで分かったのか、話を聞いてておかしい。彼が言ってることがおかしいんです。何かというと、彼は右側が強く噛めないのが本当なのに、彼は右側で強く噛めるって言ってる。左側があんまり噛めないって言ってる。で彼はそう言ったんです。だから本当は逆なんです。脳は本当を言ってます。私はそれをキャッチしてます。なのに口から出るのは逆を言ってるんです。地底人だったり浮いたりすると、出てくる言葉は全部逆になります。感じてることが逆なんです。っていうのを彼が持ってたんで、今確認したんですよ。彼から出てくる情報は全部逆転する。そしていつどこでまた逆転するかわからないというのがあるので、私はすぐ調べてみたんですけど、土地の影響っていうのがあるんです。この本はある日突然自分の体調が変わったというのがあるんですけど、それが分からない。それがずっと時間経ってくると、どんどんおかしくなっていって、いろんな症状が出て、人間関係もおかしくなって、その土地を離れなきゃいけないというふうな話になっていった。そしてそうなっている人いっぱいいるわけですけど、なんでそうなるのかというのを調べていた時に、皆さんも知ってるようにパワースポットっていうのがあちこちありますけども、ああいうパワースポットっていうのはそういう土地です。ここには神社とか、池とか、いろいろこう書いてありますけども、神社のマークは、鳥居はここから人が入っちゃいけませんよというマークですから、ここから人が入っちゃいけない、もう昔から知ってたんです。そういう土地、つまりそこから向こうに入ると土地の影響を受けておかしくなりますよという区域ですよというマークです。だから人は昔は入らなかったんです。でも、今から何百年ぐらい前からもう観光地になりましたから、そういうところに人が入るようになってきて、今度はそういう土地に入った影響が体に残って、普段の生活においても影響を受ける人が結構たくさん出てきて、月という言葉が出てきて、狐月とかいろんな月っていうようになったのはそういうところからですけども、もっと昔からあったんです。もう何千相当前からそういう土地は、もとも地球できた時からあるんですけども、そういうのがあって、動物が特定のところで、死ぬとか、特定のところで子供を産むとかいうそういう土地があって、昔からあります。象牙がそこから出てきたり、またそこで子供を産んだりというふうにして、昔からこの土地でもそんなのがあるんですけども、つまり動物は分かってる。動物はそこに集まる、あるいはそこで死ぬ、そこで生まれるっていうのがあるように、人間はそういうところに行って影響を受けるということを昔から知ってました。それが噂になって、あそこに行くとこうなるああなるっていう噂はあったんです。そして間に戦争があって、次の支配者が来た時に噂によると、ここはなんかそういう力があるんだということで、力がある、あるいはちょっとおかしな土地だというので、人が力がないにこう締め直したり
こうしてた。また戦争があったりしてる間にそこは特別だということで社を建てたりというようなことをしてる間に結局神社になっていっちゃったっていうことなんですけど、もともとそういう土地っていうのはあります。そういう土地の影響っていうのがあるんですけども、だからこれは病気の問題、その医学の問題じゃなくてまた別なんです。地球で住む上においてはそういう現象があるということです。だから病気じゃないんです。現象です。で彼にはその現象がありました。でこれを貼ります。貼ってまず茶碗、この漢字と、見た目では私には分かんないですね。違い分かるんですか？あんまり上がってない感じ。今は今は。ああ、これやると上がってる感じがするんですか？少しですけど。ああ、これが正常、でこっち来て歩いてください。普段の状態と、今の状態、はい、歩いていいですよ。わかります自分で、スーッといく感じ。最初重かったんですよ。今歩いて重くないですよ。はい。皆さんわかります？わかりますよね。これが本来ですよ。こっち来て、これが本来なのに本来でない状態が、でもそんなに長くないですけど1年ぐらいですよはそんな状態に来たんだなというになると、1年ぐらい前にそういう土地の影響を受ける、つまりそういうところに行っても影響を受けない人もいるんですけど、そういう土地に行って影響を受けてそのまま結局外に出ても残った人っていうのがいるんですけども、そういう傾向かなと